今からフリー Wi-Fi がいかに危険なのかというところをお見せします。そう、通信傍受ですね。それではこのフリー Wi-Fi に接続してみます。そうするとほら、実は一瞬なんですね。詳しくは後ほど。はい、ということでこんばんは、こんにちは、大輝です。今回はフリー Wi-Fi の危険性について紹介していきたいと思います。と言いますのもですね、なんとマイクロソフトが公式サイトで今フリー Wi-Fi が超危険、できるだけ使わないで、そういった緊急警告を出したんです。これがその記事なんですが、この記事はですね、専門的な内容が多く非常に読みづらいですから、日本で紹介された記事の方を見ますとこんな感じですね。 Windows ユーザーはホテルの Wi-Fi は使うな、はい、このような見出しになっているんですが、これですね、勘違いしないように先に言っておきますと、何もホテルに限定された話であったり Windows ユーザーに限られた話というわけではありません。今多くのホテルの Wi-Fi が乗っ取られ始めているぞ、そういったところからスタートする話ではあるんですが、何もホテル限定の話ではなくてですね、フリー Wi-Fi 全体が今かなり危険になっているぞ、そういったニュースなんです。で、なぜそんなことになっているのかと言いますと、やはり AI の進化なんですね。ここ最近で急速に進化した AI、 この能力を攻撃側が使ってしまうことにより、なんと今公共のフリー Wi-Fi が次々と乗っ取られてしまっているぞ、そういったことなんです。いや、怖いですよね。しかし心配しないでください。今回僕がですね、この事件超わかりやすく解説していきますから、この動画を最後まで見ていただいたらですね、もし今後乗っ取られてしまったような危険なフリー Wi-Fi、 こういったものにうっかり接続してしまったとしても、これ危険だなって気づけるようになったり、リスクを回避できるようになりますからね。それでは早速行ってみましょう。ではまずですね、皆さんフリー Wi-Fi が危険、そういった話はもうすでに聞いたことあると思うんですが、じゃあ実際にはどんな感じで被害に遭ってしまうのか、そういったところまではご存じない方が多いと思うんですね。ですので今から再現してお見せします。これ一度見ておいてください。身を守るためには相手の手口を知るということが一番大切ですからね。順番としましては、まずはじめに従来からある古典的な手法、これを見てもらった後にですね、今回のニュース、最新の乗っ取り手口、こちらを解説していきたいと思います。それではですね、例えば皆さんがパソコンを持ってカフェに行ったとします。これもちろんカフェじゃなくてもいいんですよ。ホテルでも空港でも駅でも同じだと考えてください。そして今回の設定はカフェですので、席について Wi-Fi を検索すると、はい、お店の Wi-Fi が一覧に出てきました。ですのでこれに接続しますね。はい、そうするとですね、こういったポップアップが出てきました。この通信は暗号化されていません。安全にお使いいただくためには証明書のインストールをお勧めします。確かにね、暗号化されていない通信を使うというのはちょっと怖いですから、安全になるのであれば入れておきましょう。そうすると証明書が出てきたのでインストールしておきます。はい、実はもうこの状態で完全にアウトなんですね。皆さんの通信はもう丸裸。それではですね、この利用者側の端末、こちらで Yahoo にアクセスしてみます。はい、そうするとこちらハッカー側のパソコン見てください。ログが目まぐるしく動き出しましたよね。そう、全ての通信記録が丸見えなんです。それではですね、試しにログイン情報が取られてしまうのかテストしてみましょう。では今回はわざとログインに失敗してみますね。ではこのログインからユーザー名は ABCDE としてみます。そして次のパスワードは12345、このようにしてみました。はい、そうするとログインが失敗しましたよね。で、ここからですよ。今入力している間もログがずっと流れていましたよね。それではこのログ一つ一つ見ていくのは手間ですので、まとめて解析してしまいましょう。ではこの溜まったログ、これをファイルとして出力してしまいますね。はい、出力できました。そしてこの出力したログを AI に投げ込んでみて、このようにお願いしてみます。この Wi-Fi 下でユーザーはどんなサイトを見て、どんなユーザーネームとパスワードを入力しましたか？こう聞いてみましょうか。そうすると結果が返ってきました。はい、どうでしょうか。これ見てください。接続先サイトは Yahoo Japan、そしてユーザー名が ABCDE、入力されたパスワードも12345、そしてログイン結果は失敗。どうでしょうか。すべて筒抜け。これが従来からあるハッキング手法なんですね。
ではここで種明かしの時間です。どうしてこんなことになってしまったのかと言いますと、実はですね、今このパソコンが接続したフリー Wi-Fi、これ実はお店の Wi-Fi ではなく、そこにお客さんとして紛れ込んだ悪意のあるハッカー、この悪人がお店のフリー Wi-Fi と全く同じ名前の Wi-Fi、こういったものをこっそり飛ばしていまして、間違えてそこに接続してしまっている、そういった状態なんですね。ですから先ほど Wi-Fi を検索した時の一覧をよく見返すと、同じ名前の電波が2つあるわけです。そしてこの2つ見た目は全く同じですから、利用者はどちらが本物か気づくことはできません。50% の確率で間違ってしまうわけですね。で、今回のようにもし間違えて偽の Wi-Fi に接続をしてしまうと、このパソコンはこのハッカーのパソコンの配下に入ってしまった、そういった状態となってしまったんですね。ちなみにここでこう思った方もいるかもしれません。もし仮にこういった危険な状態になったとしても、 Yahoo とか Amazon とかのサイトからはパスワードは抜けないはずだよ、だって暗号化されているもん、そう思った方もいると思うんですね。そう、一般的な知識としましては、今接続しているサイト、例えば今回は Yahoo でしたよね。そのここにある URL をクリックしますと、ほら先頭が HTTPS って書かれていますよね。そう、本来であればこういった HTTPS から始まるサイトというのは通信が暗号化されていますので、たとえ危険なネットワークの中でも情報は漏洩しない、そういったものが常識なんですが、しかし今見てもらった通りパスワードは丸見えになってしまいましたよね。これなぜかというと、先ほど Wi-Fi に接続した際ポップアップが出てきまして、通信を保護するために証明書のインストールをしてしまいましたよね。ここに罠があったんです。そう、実は証明書というのはいろんな意味があるんですが、今回の場合はこのハッカーが持つパソコン、このパソコンを信用して通信内容を見せちゃいますよ、そういった通行手形みたいな役割になるんですね。ですから本来保護されている HTTPS、 こういったサイトでも通信が守られることはなく、全てデータが丸見えになってしまうんです。そしてここでですね、こう思った方もいるかもしれません。いや、こんなポップアップには騙されないよ、そう思った方もいるかもしれませんが、これ実はあんまり関係なかったりするんですね。こういったポップアップが出なくても、この危険なフリー Wi-Fi に接続するだけで、この悪意のあるハッカーのネットワーク内に入ってしまったということは変わりないわけですよ。そしてこの状態では十中八九、ハッカーはこのネットワーク内の DNS という設定、これを変更しているんですね。この DNS が変更されてしまうと、皆さんがその中でアクセスしようとしたウェブサイト、その接続先を強制的に変更してしまうことができるんですね。結果フィッシングサイトや危険なページ、そういったところに誘導されてしまう、これが一番多い手法なんですね。はい、ということでおさらいをしますと、今お見せした従来の危険性というのは、お店の本物のフリー Wi-Fi ではなく、悪意のある人が出す偽物の Wi-Fi、こういったものに接続してしまうことにより被害に遭ってしまった、そういったところがドボンポイントでしたよね。そしてこの手法がどれぐらい危険だったのかと言いますと、実はこれで被害に遭う人はあまり多くなかったんです。こういった偽フリー Wi-Fi というものは世の中にそんなに多くなかったんですね。ですからこういった手法は確かに存在はしていたんですが、そんなに気にするほどではなかったというのが今までだったんですが、それが今回のニュース、マイクロソフトの警告を見ますと、どうやら変わってきたらしいぞということですので、そちら新しい手口を紹介しますとですね、実は最近はこっちの本物のお店が出すフリー Wi-Fi、 これそのものがめちゃくちゃ危険になりつつあるぞ、そういった内容なんです。どういうことかと言いますと、世の中のホテルとか空港とかカフェであったり公共施設、そういったところにあるフリー Wi-Fi というのは、家庭に置いてあるような単体のルーター、ああいったものとはわけが違いまして、センターで集中管理されている巨大な Wi-Fi ネットワーク、その中の一つというケースがほとんどなんですね。ほら、店舗がたくさんある場合って、その一つ一つにフリー Wi-Fi を設置していって、設定が変わるたびに現地に赴くのってめちゃくちゃ大変じゃないですか。ですから司令部、統括で管理するセンターというものがあってですね、全てそのセンターとつながっていて、そこで集中管理されているんです。ほら、こうすると儲かるんですよ。なぜかと言いますと、皆さんがこの各店舗のフリー Wi-Fi、これを使って何をしたのかという情報ももちろん匿名化状態ではありますが、センターに
蓄積されていくんですね。つまりその情報をターゲッティング広告会社に提供することで広告ビジネスとしてガンガン利益を上げている、そういったビジネスモデルでもあるんですね。ほら皆さん、カフェとかでフリー Wi-Fi に接続をするとポップアップが出てきて利用規約に同意させられることってありませんか？あの利用規約よく見るとそういった内容のことが書かれていたりします。つまりはですね、こういった全てのルーターを管理するセンターがあるということは、こういったハッカーからしたらですよ、この各店舗のルーター、これを攻撃するよりも、この本丸、ここを落としてしまうと、その配下にある数えきれないほどのルーター、これら全てを乗っ取ることができるんです。ということで、今、ハッカーたちは AI を使い、この本丸を攻撃しだしているぞ、ということなんですね。マイクロソフトの発表では、2026年の5月頃から世界各地の、特にホテルとか会議室を中心として、あとはカフェとかその他の公共のフリー Wi-Fi、そういった広範囲のフリー Wi-Fi で乗っ取りが確認されています。で、怖いのはここからなんです。じゃあですね、この乗っ取られた Wi-Fi に接続してしまうと一体何が起こってしまうのかと言いますと、実はもうパスワードすら盗む必要がなくなるんです。どういうことって思いますよね。実はですね、これセッションハイジャックと言いまして、皆さんがパソコンやスマホですでに何かにログインしている状態、そのログイン状態そのままを乗っ取ってしまうんです。もう少し詳しく説明しますと、ほら皆さんって Amazon であったり楽天、こういったものって毎回ログインしなくていいじゃないですか。一回ログインをするとその後はずっとログインしっぱなしになりますよね。これはこのパソコンの中にログインしたことを証明するセッション情報、通行手形みたいなものですね。そういったものが保存されているんですよ。その通行手形が乗っ取られるんです。ですからハッカーたちは皆さんのパスワードがわからなくても、その手形を使って皆さんのログイン済みのサイト全てにアクセスできるようになってしまう。これめちゃくちゃ怖くないですか？じゃあ一体どうやってこのセッション情報を盗むのかというからくりを見ていきましょう。今回マイクロソフトが注意喚起している手法の一つとしましては、 Wi-Fi に接続した後にネットワークに問題があります。こちらでチェックしてくださいとかですね。あとは Windows の更新が最新ではありません。更新してください。こういったそれっぽい画面が表示されることが多いらしいんですよ。いやこれね、ホテルのフリー Wi-Fi につないだ後にこういった画面が出てきたら皆さん信じてしまいませんか？ところがこれハッカーが用意した偽物の画面です。そして言われるがままですね、この更新ボタンを押したり画面に表示された操作、こういったものを実行してしまうと、ここでマルウェアがパソコンに入ってしまうんですね。そして今回マイクロソフトが確認しているマルウェアはコーンフレークというマルウェア。名前だけ聞いたら朝ごはんみたいで可愛いんですが、これ全然可愛くありません。なんと先ほどのようなセッションが乗っ取られるだけではなく、なんとですね、ブラウザに保存している皆さんのパスワード、これら全てが盗み取られてしまうらしいです。またですね、パソコンのこういったカメラ、こういったものを通じて皆さんを監視することまでできてしまう。いやー、ちょっと趣味が悪いですよね。はい、ということでここからは対策に入っていきたいんですが、まず思い出してほしいのが、今回僕がお見せした従来の手法もマイクロソフトが注意している新たな手法もですね、被害につながる大きな入り口の一つがこの謎のポップアップ、こういったものが現れてそのポップアップの指示に従ってしまったというところに問題がありましたよね。ですのでまずは大前提として、こういったポップアップが出た場合、これは信用してはいけないということですね。かといってスターバックスとかドトールとかもね、こういったポップアップが出てきてこれに許可をしないと Wi-Fi が使えませんので、見極める力が大切になっていきます。で、次の注意点がですね、仮にこういったポップアップ、これがもし出なかったとしてもですね、今接続している Wi-Fi は乗っ取られた Wi-Fi ですから危険であるということに変わりはありません。そしてそこで一番に注意しなければいけないのはやはり DNS の改ざん。そう、 DNS とは先ほども紹介しましたが、これが改ざんされてしまうと、皆さんがパソコンで何か目的のサイトにアクセスしようと思った際、その接続先を無理やり別のサーバーに
に切り替えることができてしまう。実は先ほど注意したこういった危険なポップアップ、これも DNS 改ざんによって悪意のあるサイトにまず強引に誘導され、そこでこういった偽のポップアップが表示されているわけなんですね。ですのでこういった危険なフリー Wi-Fi に接続した場合は、この DNS の改ざん、これさえ無効にできれば随分と被害は減るわけなんですね。そしてこれに対して有効なのがやはり VPN を使うということになってくるんですね。そう、この VPN とは何かと言いますと、皆さんが使用している通信のデータ、これそのものを暗号化することで、たとえ危険なネットワークの中にいようが、その通信内容を盗み取られるリスクというのを大幅に軽減してくれるというサービスなんです。そしてここで大切なのが VPN によっては通信を暗号化するだけではなく DNS の通信まで保護することによって DNS の改ざんを無効化してくれる VPN もたくさんあるということなんですよ。そう、ここが大切なんですね。 VPN であれば何でもいいというわけではありません。 DNS の通信まで保護してくれる VPN、 こういったものを使うことでリスクを大幅に減らすことができるんです。ですので会社にお勤めの方とかであればですね、会社指定の VPN というものがあると思うんですが、その VPN が DNS までしっかり保護をしているかどうかというところの確認を一度してみることをお勧めします。そして個人の方にはですね、この NordVPN がおすすめです。これは僕が長年使っている VPN でして、さらに僕の番組のスポンサーさんでもありますので、過去に何度か紹介したことはあるんですが、この NordVPN であれば全てのプランでプライベート DNS というものが標準搭載されています。つまり DNS の改ざんから身を守ることができます。そしてこの NordVPN がなぜおすすめなのかと言いますと、なんせ安心感が半端ないんです。世界的に見ても最大手の大企業ですから、とにかく安定性と信頼には定評があるんですね。そしてなんと爆速、普通ですね VPN を使うと通信を暗号化するのに余計な手間がかかってしまいますから、通信速度というのは大幅に落ちるものなんですね。しかしこの NordVPN は2025年と2026年のテストでは VPN の中でナンバーワン、世界最速に輝いております。ですのでストレスなく使うことができますし、さらに僕が一番気に入っているところはとにかく安い、激安というところです。これね、為替により値段は随時変更されるんですが、今ですと2年契約で月々540円、コンプリートプランでも月640円、この金額でなんと10台まで保護することができるんです。しかもですね、自分の端末だけではなく家族の端末にも利用可能、つまり家族全員のスマホとパソコンを守ることができるんです。そして使い方も至って簡単。アプリを立ち上げますとこうなりますので、この VPN で接続を保護、ここを押すとほら、僕が住んでいる大阪のサーバーに接続されました。たったこれだけなんですね。これだけで通信は安全になったわけです。そしてですね、サーバーの接続先を変えることもできます。右上のこのボタンを押すとこのように世界中に青いプロットがたくさんありますよね。これなんと世界224カ所に8000台以上の超高速サーバーが設置されているんですね。ですので例えばこのように違う国のサーバーにアクセスすることで、本来その国にいないと見ることができない情報、そういったものにもアクセスできるようになります。そしてこの NordVPN、さらにそれだけではありません。例えばこのタブ、ここを見ますと詐欺やフィッシングサイト、そしてマルウェアなどから防護してくれるセキュリティ機能もついておりますし、さらにはこの目のマーク、ここではですねダークウェブモニタリング、つまり皆さんのパスワードがダークウェブに漏洩していないか、そういったチェックをかけることもできます。ちなみにスマホでも使い方は同じですからね。アプリを立ち上げるとこういった画面となりますので、このボタンを押すだけ、これで通信は安全になりました。ということでこの NordVPN を使ってみたいな、そう思った方はですね、概要欄にこの URL を載せておきますので、このリンクからアクセスしていただきますと2年間プランが大幅割引プラス4ヶ月延長とややお得に使うことができます。そしてですね、30日間の返金保証というものもついております。ですから実際に使ってみて気に入らなかった場合は30日間であれば全額返ってきますので、リスクなしでお試しいただけるというところも安心ですね。
はい、ということで今回はマイクロソフトが警告した新たなるフリー Wi-Fi の危険性、こういった内容でお届けしました。まとめますとですね、フリー Wi-Fi はできるだけ使わない。そしてもし使った際に変なポップアップが出た場合、これはその内容をしっかり確認してくださいね。そして VPN に常時接続しておくことができれば DNS の改ざんからも身を守ることができますよ。そういった内容でした。はい、ということで今回の内容が勉強になった、ためになったという方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。